今日は息抜きの日。切り替えて楽しもう。アリサちゃん、久しぶりに会ったな。マーゴちゃんやココちゃんも何してるんだろう。よし。シェリーちゃん、ハンナちゃんだけじゃなくて、みんなを誘ってみよう。あ、エマさん。シェリーちゃん、ちょうどよかった。ピクニックに行こうって誘いに来たんだ。ですよね。私もそう思って、ほら、見つけましたよ。何これ。ほうきですよ。いや、それは見たらわかるけど、前に探した時はザ・ほうきって感じのやつじゃなくて残念だったんです。それでずっと探してたんですよ。まさにほうきって感じのものを。掃除道具入れにはなかったんですが、なんと玄関前で見かけまして。あの看守、あんななりしてきっちり掃除してやがるんですよ。誰かが料理とか掃除とか衣服の補充しなきゃいけないもんね。私たちが外出禁止の時間にやってるんでしょうね。働き者ですよね。いやー、新情報が手に入ってホクホクです。でもそのほうきを一体何に使うの？僕が知らないだけで世の中ではピクニックにはほうきが必需品？それはお楽しみです。というわけで私は先に行ってますね。どうしよう、理解できない。どうしよう、声かける？桜か。さっきは悪かった。辛く当たるつもりはなかった。でもどうしてもイライラしちまって。アリサちゃん、悪い子じゃないんだ。それはもう知ってる。気にしないで。その体調はどうかな？薬のことヒカミから聞いたんだな。ヒカミが過保護で大げさに言ってるだけだ。たくさん飲んだって別に体に影響なんてねえよ。薬には慣れてんだ。そうなの？勘違いすんなよ。違法薬物とかじゃねえから。薬飲んでると安心できんだよ。こんなところに捕まって正気でいられるわけねえだろ。だから。そうだよね。不安になる気持ちわかるよ。でも体に悪影響が出るのは良くないよ。ねえ、今日はみんなでピクニックに行くんだ。アリサちゃんも一緒に来ない？一人で思い悩んでるよりみんなでパーッと遊んだ方が気も晴れるよ。考えとく。アリサちゃんともっと仲良くなりたい。みんなが仲良くなれたら。殺人事件なんてもう絶対起こらない。僕先に行ってるから、よかったら来てね。待ってるから。そろそろやるか。限界だよな。うちはもう
なにそれ、ウケる。マジなん？ちょっと詳しく聞かせてよ。大丈夫大丈夫、あてし暇だし。で、そうきたか。え？ココちゃん、一体誰と会話を？そのスマホ、外とつながってるの？バカ、んなわけねえだろ。外と連絡つくならとっくに助け呼んでるわ。そうだよね。え？じゃあ今のは誰かと通話してる妄想で一人で話してたってこと？つうか、話しかけないでくれます？もうあてしら一緒にいるのやめたんだし。でもココちゃん、誰かと話さないとかなり来てるんじゃ。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。あんたなんか嫌い。あてしは推しとしかつながりたくない。それ以外はいらない。どっか行け。消えろ。こんなの全部悪夢だから。あ、触診。はあ、あてしだよ。元気元気。そっちはどう？そっか。ココちゃん、もう妄想と現実の区別がついてないんだ。でもここにいるのは悪夢なんかじゃなくて現実なんだよ。ココちゃん、ココちゃん、今日みんなで裏庭でピクニックしようって話になったんだ。よかったら来てほしい。待ってるから。あら、エマちゃん。マーゴちゃん、その本って。前に見せたでしょ？魔女や魔法について図解された本よ。最近ずいぶん読めるようになってきたの。本当に？ええ、法則さえ見つけてしまえばそんなに難しくないわ。エマちゃんも読んでみる？僕、勉強とかあんまり得意じゃなくって。そんな感じがするわ。でもエマちゃん、本当はとっても冴えてると思うの。わざとできないふりをしているようにも見えるわ。そんな、買いかぶりだよ。ねえ、それより、その本って何か重要なこと書いてあったりしたのかな？そうね。私たちにとって救済になるかはわからないけど、ある儀式の方法を見つけたの。儀式？ええ。でもまだ読み解いている途中だから、もう少し分かってからエマちゃんにも教えてあげるわね。あとはそう、この屋敷のどこかに魔女を殺す薬があるらしいの。魔女を殺す薬？ええ。薬の名称はトレデキム。ラテン語で13を表す言葉みたいね。その薬は体に入ると副作用で死後に身体的な反応が現れるらしいわ。ただこの情報もまだ読み解いている途中。また詳しいことが分かったら教えてあげるわね。さすがにマーゴちゃんも参ってるのかな？ねえエマちゃん、見てちょうだい。テ
手がどうかしたの？爪が長いでしょ。これで昨日切ったのよ。看守、慣れ果てがどんな姿をしているかよく知っているでしょ。魔女化が進むとどうやら爪が伸びるのも早くなるみたいね。マーゴちゃん、魔女化が進んでるってわかるの？殺人衝動とかあるの？怖がらないで。何もしやしないわ。私はまだそこまで進んでいない。殺人衝動はないもの。そっか、よかった。ただ魔女化が始まっていることは確かなの。メリットがあることも判明したわ。メリット？持っている魔法の効力が強くなっているの。きっと魔女化が進めば進むほど強力な魔法が使えるようになっていくのね。この本の図解にある通りにね。魔法が強くなったらいいことはあるかもしれない。でも慣れ果てになったら自我を失っておしまいだ。ねえ、レイヤちゃんやアンアンちゃんの処刑覚えている？忘れられるわけないよ。時々悪夢になって出てくる。それもまた僕らを追い詰めてる。どの段階で私たちの体は完全に魔女化し死なない体になるのかしら。彼女たちは処刑によって死ななかった。もう魔女になっていたってことよね。けれど外見には影響が出ていなかった。個人差なのかしら。外見が少し異形化する子もいればそのままで魔女になってしまう子もいる。外見で判断できたら簡単に魔女を隔離もできるのに。隔離ってそんなひどいこと？あら、合理的だと思うけれど、例えば私はもうこの段階で隔離すべきね。魔女になる可能性が高い子を閉じ込めれば殺人事件は起きない。最初からそうすべきだったのよ。できないよ。エマちゃんは優しいものね。でもその優しさは時に残酷。いずれ後悔するわ。後悔なんてしないよ。僕はみんなと一緒にこの牢屋敷から脱出してみせる。もう誰も死なせたりしない。それでも僕はマーゴちゃんだって助けたいんだよ。マーゴちゃん、今日みんなでピクニックに行くんだ。よかったらマーゴちゃんにも来てほしい。みんなで楽しく過ごせたらいいなって思う。そう。私は行かない方がいいと思うの。誰かに殺意を抱いてしまうかもしれないし。でも待ってるから。僕たちに絆はある。絆があれば殺人事件は起こらない。僕はそう信じたいんだ。ここには誰もいないかな？ハンナちゃん？あら、エマさん。びっくりしましたわ。なんだろう。なんでもねえですわ。気にしないでくださいまし。別に大したことじゃありませんのよ。本当に危ないことをしているわけでもありません。
エマさんが少しでも元気になるようにプレゼントを作っていますの。エマさん最近寝込んでいましたし、お見舞いにもなるかなと。プレゼント？騒がなくってもよろしくてよ。全然大したものじゃありませんから。アンナちゃん、大したものじゃないんですから大げさに捉えないでくださいまし。私先に行ってますね。うん、じゃあまた後で。みんなに声をかけたけど、やっぱりこの4人になるよね。寂しい気持ちもあるけど、でも今日はいろいろ忘れて楽しもう。ここ見晴らしいいですよね。常に虹が出てるの不気味ですけど、こういう時はなんだか嬉しくなりますわね。皆さん、温かいお茶をどうぞ。あ、メルルちゃんありがとう。あったかいお茶嬉しい。エマさん体調崩してますもんね。辛かったらすぐ言ってください。ありがとうシェリーちゃん。もう大丈夫。きっと疲れが出たんだと思う。少し場所を変えるだけで久しぶりに穏やかな気持ち。やっぱり気分転換は必要だよね。これからもいろいろ企画してみよう。カラオケとかゲーム大会とかみんなで一緒にやったら絶対楽しい。エマさんすっごくいい笑顔ですね。そうかな。こういうの久しぶりだからなんだか嬉しくなっちゃって。友達と一緒に過ごしておしゃべりして本当に久しぶり。ごめん、勝手に友達とか。友達とはちょっと違うのかもしれないけど、友達って認識で合ってますわよ。アンナちゃんありがとう。ですです。私たちはもう友達です。こんなにずーっと一緒にいるんですから、ずっともです。それ意味が違うんじゃないかしら。さて、ではそろそろ。あら、もう帰るんですの？まさか。ここからが本番ですよ。じゃーん。あ、さっき持ってたほうきだ。結局何に使うつもりなんだろう。ほうきで何をするつもりですの？ふっふっふ。よくぞ聞いてくれました。これでハンナさんに飛んでもらおうって思って。あ、そういうことか。魔女といえばほうきで空を飛びますよね。ちっちゃい頃からほうきで空を飛ぶ魔女を見て育ちましたよね。私、獄長さんから魔女の話出された最初からずっとこれが見たくて見たくて。捕まった直後のあのヤバい状況下でそんなこと考えてましたの？あなた。このほうきには全人類の夢が詰まってるんです。大げさに言って乗せようとしてません？ハンナさん、やっちゃってください。お願いします。あなたも魔女候補でしょ？あなたがやればいいんじゃねえかしら？私は名探偵ですが、空は飛べません。そしてハンナさんは空を飛べます。唯一の特技。唯一って言うな。あわよくば私を後ろに乗せてください。ごめんハンナちゃん、この勢いはきっと止められない。私でお手伝いできることがあったらよかったのですが。ごめん
わかりましたわよ。やればいいんでしょ。やれば。やったー。なんだかんだハンナちゃんも付き合いいいよね。おも。魔女になった気分です。魔女になったらダメでしょうが。楽しい。私は楽しくありませんか。このまま塀を越えちゃいましょうよ。バカなの？塀を越えるんだったらほうきとあなたを捨てるに決まってるでしょ。ザ・ほうきパワーでなんとかなりませんかね。これは魔法のほうきじゃなくて清掃用のほうき。ほんと捨ててやりたいですわ。捨てないでください。くっつくなですわ。暑苦しい。おっと、ちゃんとバランス取ってくださいね。あなたがそれを言う？はあ、最高でした。ハンナちゃんお疲れ様。今お茶を入れますね。冷たくなってしまいましたけど。冷たいのでいいですわ。いい運動になりましたわ。まったく。ずっとこの時間が続けばいいのにな。ところでエマさん。何？二階堂ヒロさんとはどういったご関係だったのでしょうか。いかにも訳ありって感じでしたよね。どんな確執があったのでしょう。ちょっとシェリーさん、そんな聞き方。私たちはお互いのことまだほとんど知りません。特にここに捕まる前のことは。友達ならもっと知りたいと思うのが当然じゃないですか。それはそうかもしれないですけど、ここに捕まる前のこと、確かにみんなのことまだ全然知らない。僕もみんなのこと知りたいし、知ってほしいって思う。ヒロちゃんは幼馴染だったんだ。ええ、それは聞いています。友達だった時期もあるんだけど、なんでか僕嫌われちゃって。僕が悪いんだけど、でも僕その時期のことよく覚えてないんだ。だから原因はよくわからない。気づいたら僕は学校の中心人物だったヒロちゃんを怒らせて、それでみんなから無視されるようになって、いじめみたいな空気になっちゃったんだ。なんなんですのそれ。許しがたいですわね。エマさん、そんな大変な目に。それってつまりヒロさんが先導したってことですよね。いじめっ子といじめられっ子みたいな関係だった？そうかもしれないけど、こじれちゃっただけで。僕はヒロちゃんのこと今でも特別な存在だと思ってる。こんなところで再会してあんなことになるなんて思わなかったけど。今はシェリーちゃん、ハンナちゃん、メルルちゃんが僕のそばにいてくれる。みんな聞いてくれてありがとう。ちょっとすっきりした。人間関係はいろいろありますよね。私もみんなに無視された経験あります。あなたはありそうですわ。エマさんと対応が違いすぎません？
さすがに泣きますよ。ハンナさんはどうなんです？ここに捕まる前は一体どんな生活をしていたのでしょう？私は見りゃわかるでしょ。お金持ちの令嬢ですわ。蝶よ花よとちやほや育てられましたの。毎日贅沢三昧。あの頃が懐かしいですわ。怪しいな。食べ方も振る舞いも庶民っぽい気が。私の話はもういいでしょ。シェリーさんはどうなんですの？私ですか？あらら、ハンナさん、私のこと知りたいんですか？興味津々で参っちゃいますね。そんなに知りたいなら話してあげてもいいですよ。あなたが聞いたからでしょ。いちいち煽らないでくださいまし。いいですよ、話してあげましょう。私は小学校も中学校も割と普通の子でしたね。強いて言うならミステリー小説にハマってミステリーオタクになったくらいで。そんなの見てりゃわかりますわ。思ったより面白くなくてごめんなさい。面白くなくても大丈夫だよ、シェリーちゃん。でも1個ありました。私みなしごで施設育ちなんです。なので義父母とは血のつながりがありません。いきなり爆弾を落としますわね。仲良しってわけでもなかったですし、私の場合家族も心配していないと思います。そんなことありません。メルルちゃん？血のつながりがなくたって家族は大切な存在です。きっとシェリーさんのご家族はシェリーさんを心配しています。胸が張り裂けそうなくらい毎日シェリーさんを思っているはずです。私は家族に会いたい。こんなところはもう嫌です。会いたい。会いたいよ。メルルさん、泣かないでちょうだい。メルルちゃん。そろそろ自由時間が終わります。戻りましょう。